こんにちは、折口教授です。今回はやっとね、家具もだいぶ揃ってきて、家のルームツアーをまたしていきたいなと思います。家買ってもう1年ぐらい経つのか今日いろいろちょっと質問していくので、な。はい、教えてください。はい、じゃあまずこの庭ですけども、はい。すごい広さですよね。手入れがめんどくせえなんで、今日の朝も来たんですけど、庭のその芝刈りとか手入れをしてくれる業者を雇って月に何回か来てもらってますね。そこのスペースは車何台ぐらい止められそうですか？6台ですか。6台乗用車が普通に、止められるんじゃないかなと思います。じゃあ次ガレージの紹介いきます。おいおい、これね、おい、ガレージになってます。でね、もう全然物を置いてないんで、ほぼ使ってないんで、大体その芝刈りのやってた時に、買った芝刈りとか、あとは自転車、もうパンクしてるっすけど結構サイクリングするんですか？いや、車買う前はずっと自転車移動だったんで、 ATT の寮にいた時に、どこ行くでも自転車で行動してましたね。これくれたのがもともと UFC のチャンピオンのロビー・ローラー選手からもらいましたね。タイヤってどこで修理するんですか？フロリダに来て2日目ぐらいの僕に聞きますか？ここはね、ここからも入っていきます。ここからも家の中に入れるんですけど、今向こう側から鍵が閉まってるんで、今は入れないですけど、普段は入れるようになってます。じゃあちょっと家の中を紹介していきたいと思います。はい、じゃあ家の紹介をしたいと思います。基本的に、ここは下駄箱になってて、こういう練習の道具は、基本的にここに入れてます。で、今はもう使って消臭スプレーとか除菌をしてここに乾かしてるっていう感じですね。で、これ乾いたら全部ここに入れるっていう感じで、いつも自分は朝起きて、自分は結構だらしないんで、しょっちゅうこの道具とか忘れてくるんですよ。なんで忘れないように玄関に置いてるんですよ。あ、そういえばみたいな感じでバーバーってゆっくり詰め込めるので、そんな感じで玄関に置いてます。じゃあ次リビング行きます。で、こんな感じで、中入ると、ソファーの3つ置いて、テレビ置いてっていう感じですね。はい。これ全部自分でこういう風にしたいっていうのを言ったんですけど、店のデザイナーが、こういう風がいいんじゃない、ああいう風がいいんじゃないみたいな感じですごい指示してくれて、で自分のそのこういう風にしたいなっていうのがマッチして、こういう感じになりましたね。これ75かな、自分もあんまり覚えてないんですけど、確か75か70でした。いや、65かな、全然覚えてない。 8K なんですけど、結構いい値段したんですけど、そのテレビに対応してるチャンネルとかそういうのはあまりないと。だから買った意味ねえじゃんみたいなソファーなんですけど、結構いいソファー買って、いくらかもう忘れちゃったんですけど、リクライニングできたりとか、こういうリクライニングできて、ここまで倒れるんですよ。で、ここの腰の部分とかも膨らんだりして、分かりづらいと思いますけど、だんだんこうやって膨らんできて、腰がこう持ち上がるようになったりとか、あとはこの枕になる方が、頭の方が持ち上がってくるこういう感じになる。で、基本的に真ん中しか座らないですね。で、UFC とか MMA の試合を見るときに、時間あればマイク・ブラウンとかアドリアンとかいろんな人呼んでバーベキューしながらここで試合観戦したりとかもしてますね。はい、じゃあリビングに来ました。至って普通の何も変わらないリビングですね。こ
ここら辺のものとかは親が YouTube 班に持ってけって言って持ってきてもらった日本の米とかいろいろファンの方から書いてもらったこういう写真、そういうのが飾ってあったりしますね。これ食器洗い機なんですけど、これね全く使わないんですよ。なんでかっていうと、食べて作って1人分なんで、ここに入れて洗うってなんか逆に面倒くせえな。だからもう自分はいつも手洗いしちゃってここに干してますね。はい、多分半年ぐらい使ってないんで、だから壊れちゃうんでたまに自分をスイッチをして動いてますね。はい、まあこれは例のじゃがいもを洗うたわしです。全部この食器とかも洗いますけど、まあ、じゃがいもを洗ったやつですね。はい、こっちはまあこれ IH になってて、誰が最後使って掃除したんだかわかんねえけど汚ねえな、田中本当にこれが IH になってて、でこっちで買った炊飯器、こっちが冷蔵庫ですね。じゃあ冷蔵庫いきまーす。汚いっすよ。はい、まあこんな感じですね。まあ別に見たまんまあんまり料理しない感じの冷蔵庫です。基本的にあんま作んないんで、基本的に外食なんで、たまに腹減った時とか、味噌とかはこっちであんまり手に入んないんで、田中っちとか佐野っちとかケンちゃんが持ってきてくれたやつですね。でこっちがこれタイマーがピカピカなってますけど、今さっき停電みたいになってブレーカー落ちちゃって使い方もよく分かってない電子レンジと、あと下これがオーブンとかになってます。はい、そうですね。まあキッチンはこんな感じですね。じゃあまあここ趣味の部屋っていうか物置みたいになってますけど、まずはこのロイのケージと掃除機とかも置いてて、こっちは本とかちょっと物置になってて、でここが釣り竿とかになってます。でルアーとかも全部ここら辺に入ってます。はい、でこれが一番多分巨大なルアーですね。ずーん、やばくないですかこのデカさ。これルアーっすからね。何釣るんですか？ブラックバスですか。こういうのって綺麗じゃないですか。汚したくないじゃないですか。だからなかなか使えないですよね。だからこうやってちょっと見てかっこいいなと思ってます。じゃあ次プールサイドの方行きましょう。プールサイド、プールなんてここの家に引っ越して1年ぐらい経ちますけど、使ったのが 3,4 回ほぼ使ってないですね。でこういうのも買ったけどほぼ使ってない。ロイ毎日こう外出て、ここでいつも日向ぼっこみたいのをしてます。プールの水深なんですけど、階段から降りてきてすぐ浅くて、大体このくらいかな。でどんどん奥に行くにつれて深くなってて、一番深いところで180ぐらいかな、そのくらい深くなってます。8メーターぐらいで、噴水もタイマーで朝の11時から5時ぐらい設定してます。だから自動的に5時になったら止まる。で朝の11時から勝手にバーって来始めるみたいな感じです。これがこの前紹介した立てたテントと、なんていうんですか、テント、ただの椅子のある日陰ですここに座ったのも本当に3、4回。ちょっと暑すぎてフロリダは夏は外に入れないですね。夜とか朝がいいんですけど、夜とか朝は蚊が出ちゃってあんまり外は良くない。涼しくなったこんぐらいの時期とか冬ぐらいになると結構寒くて蚊も出なくなるんで、この時に最高なペースになるかなと思います。こっちはロイのおトイレ、今日はちょっと飾りでつけときました。シャワールームとか見ますか？はい、じゃあゲストルームはもう多分全部一緒な感じなんで、あとはその寝室、自分が寝てるマスタールームとマスターのシャワールーム紹介します。ここからが寝室になってます。じゃあまずはここからシャワールーム、こういう風になってるんですけど、はっきり言って2個もいらないじゃないですか。だからここぶった切ってこっちにちょっと浴槽つけたいんですけど、業者とかも雇わないとなんでめんどくさいんでまだやってないんですけど、いずれやろうかなと思ってます。で、こっちが歯磨いたりするスペースですね。はい。シャワールームはこんな感じです。はい。
でまあ最後にこっちがベッドルームになってます。こんな汚ねあれ映すやつあんまりいないですよね。これは洗濯物を畳むので、いつも自分洗濯したらそのままガーッと持ってきてここにバンって投げるんですよ。なんでかっていうと、こっちに洗濯物を入れるスペースがあって、ここにいつも入れてるんで、いつも洗濯物をベッドの上に置いてるんですけど、片付けないでそのまま移すっていう、これが教授スタイル。前こう敷いてたシーツがでかさ的に合わなかったんで、コストコででかいシーツを買ってきたんですよ。そしたらまあ意外とこうやってちゃんと入るようになりました。布団なんですけど、ロイといつもね一緒に最近寝てるんですけど、もうロイがこうじゃれまくってもうこうやって穴開いちゃってるんですよね。だからこの布団ももう買い替えようかなとか、もういっぱい穴開いちゃって、キングサイズなんですけど、まあ一人ではやっぱでかいんで、ほぼ端っこで寝てて、でこっちでライトとかで、これが加湿器で、でベッドリモコンがあって電気消すと分かるかな、これ電気がついたりした、夜の方が分かりやすいですか。あ、でも分かります分かります。電気ついたり、まあ今物が置いてあるんであれですけど、こうやってどんどん上がっていくんですよ。分かるですか、ゆっくり上がってってんの。これ映像じゃ分かんないですか。分かんないですね。ここまで来れば分かるですよね。分かんない。分かります。ほら、足の方も上がるんですよね、これ。いつもどういうスタイルで寝てんすか？いや、こんなもん一回も使ったことないですよ。まあそんな感じ。はい、こんな感じでメインの自分が使っているとこを今日は紹介しました。ゲストルームとかは、3部屋あるんですけど、そっちの方も同じ感じの仕様になってるんで、物とかあんま置いてないし、ベッドとかがあるだけなんで、あんまそこは紹介しないで、なんか紹介見たいなっていうのがあればコメントください。で、あと見たい企画とかやってほしい企画だったりとかをコメントもらえると嬉しいです。じゃあこんな感じで今日は終わりにします。じゃあ、じゃあねー。